こんにちは。長崎キリシタン機構、ナビゲーターのももです。今回は日本26世人記念館の後編をお送りします。前回お話ししたような激しい迫害を経て、キリシタンは隠れて信仰を守る潜伏期へと入ります。記念館1階には設計者の今井健二が神経を使って作った円形の特別展示室が2つあり、そこが潜伏期の展示になっています。ゾーン5隠れキリシタンとなっていますね。ここでちょっと補足説明しますと、従来隠れキリシタンと呼び習わされ、隠れキリシタン、あるいは潜伏キリシタンと呼ばれてきた存在に対する呼称は、ここ数年で一気に潜伏キリシタンが多く用いられるようになってきました。長崎熊本の潜伏キリシタン関連遺跡の世界遺産登録が影響しているのでしょう。今後は、禁教令下で信仰を守っていたのが潜伏キリシタン、解禁後も先祖の習わしにのっとって独特の宗教習俗を守るのが、隠れキリシタンと呼ぶのがスタンダードになっていくかと思われます。さて、一つ目の部屋に足を踏み入れると、潜伏時代に迷い込んだかのようです。薄暗い部屋の真ん中に置かれているのは、26世人の一人フィリポ・デ・ヘススが洗礼を受けた教会の洗礼板のレプリカです。展示ケース中央にかけられているのは、雪のサンタマリアと呼ばれる聖画です。文化財の指定は受けていませんが、長崎外目地区の潜伏キリシタンが隠し持ち、信仰の対象にしていたもので、記念館の手法の一つです。4世紀頃のローマの伝説をモチーフに、長崎で南蛮絵師により制作されたと考えられています。潜伏キリシタンの土人形やマリア観音も素朴な佇まいが素晴らしいですね。日本製メダルやキリシタンが所持した仏像、息付きのローマで作った十字架など、じっくりご覧いただきたいものが多くあるのですが、全部説明していくことはできないので、詳細は概要欄にあるウプ主のサイトをご参照くださればと思います。だけどこちらのプラケットはご覧いただきたいですね。16から17世紀にイタリアで作られたプラケット銅牌。大きめのメダルです。こういったものは奉行所に没収されて、踏み絵にはめ込まれて信徒摘発に使われたんですが、このプラケットは、キリシタンたちが守り抜いて没収を免れたのだそうです。題材は十字架効果、ピエタです。イエス・キリストがとても精密に表現されていて、これを手放したくなかった信徒の気持ちがわかるような気がしますね。大分県で発見されたけれど、長崎県で文化財指定を受けこちらに収蔵されているニューコレクションのキリスト像も見逃せません。では、もう一つの特別展示室に入っていきましょう。隠れキリシタン祭事が再現されていて、その場にいるみたいな感じがします。隠れキリシタンの儀式を撮った映像がエンドレスで流されていて、そこから聞こえるオラ書に包まれるようで、臨場感満点です。この祭壇は、島原の仏町の旧キリシタン民家から移設されたもので、記念館のリニューアルに際して新たに加えられるようになったものです。柱の一部が細工され、マリア観音像などの難度紙を隠す仕掛けとなっています。同じ柱ではありますが、また違った意味で重要なのが、こちらの牢屋の柱です。皆さん、五島崩れという言葉を聞いたことがあるでしょうか？崩れとは、潜伏時代に信仰を受け継いできた組織が大規模に摘発されることを言います。五島列島での崩れは、1868年11月久坂島から始まり、五島の各島に広がっていきました。キリシタンは摘発され、旧造りの牢に詰め込まれました。福江島の水浦牢、楠原牢などが知られていますが、特に悲惨だったと言われるのが久坂島の牢屋の鎖庫です。こちらの柱は福江島のミイラク牢のものだそうです。まるで生き証人のようですね。キリシタンが実際に触れたものでしょう。キリスト教禁令は、最後の迫害を経て考察撤去となり、ようやく終焉を迎えます。しかし、そこまでの道のりは約250年に及ぶあまりにも長いものでした。それほどの長い間耐え忍んだのもすごいことですし、祈り続けた人たちがいたというのも特筆すべき日本の歴史ではないかと思います。それでは2階へと参りましょう。2階にはゾーン8その時世界は、ゾーン9その時の日本があり、最後のゾーン10栄光の間に26世人の遺骨が収められています。窓側の壁にあるのは細川ガラシャ肖像画とエンリケ公会王子、フランシスコ・ザビエル、ロレンソ良妻、細川ガラシャのステンドグラスですね。
そして壁一面に描かれているのは長谷川ろ過のフレスコ画長崎への道です。フレスコ画という西洋の技法で、絵巻のように26聖人が歩んだ道のりが描かれていて、とても美しい作品です。今更ですが、26聖人がどんな人たちだったかというと、フランシスコ会の外国人司祭と修道士6名、スペイン人4名、メキシコ人1名、ポルトガル人1名と、日本人修道士と信徒20名の、合わせて26名でした。この中には、トマス小崎、アントニオ、ルドビコ茨城という3人の少年もおり、最年少のルドビコ茨城はわずか12歳でした。詳細がわかっていない人も多いのですが、最年長だったのは備前生まれのイエズス会修道士ディエゴ記載でした。では栄光の前と参りましょう。ここからは写真撮影不可なので、公式ガイドブックの写真をご覧ください。中央にある白い祭壇に収められているのが26聖人の聖遺骨です。正面には神は相なりと縦書きされた T 字の柱があり、ステンドグラスの光と上からの自然光が優しく照らしています。室内には幾体ものマリア観音が置かれていて、静かに母の愛で守っているかのようです。ディエゴ記載の腕の骨も安置されています。入り口脇の梅と椿のステンドグラスもしとやかで美しいですね。自然と頭が下がる厳かな空間です。少ししんみりする話が多かったので、最後に温かいエピソードを記念館の展示品を眺めながら紹介していくこととしましょう。こちらの館長だった結城良吾神父のエッセイに書かれているエピソードです。ある日、記念館に小さい子を連れた若い夫婦が来ていたのですが、探しているものがどうしても見つからないと言って、困り顔で結城神父に尋ねてきたそうです。すみません、この子が幼稚園でピコピコ様の話を聞いて、どうしても見たいというので来たんですが、ピコピコ様はどちらにいらっしゃるんでしょうかと、聞かれた結城神父もそんな名前の殉教者はいないなぁと考え込んでしまったのですが、ふと霊感が来て、一人の殉教者の絵があるところに案内したら、子供はそうだと言って喜んだので、ではこれをあげましょうと、その人が描かれた小さな絵をあげました。それは、ピコピコ様ではなくルドビコ茨城だったんですけど、という話です。ルドビコ、ピコピコ、まあ、似ているといえば似てますかね。結城神父は私は心の中に何か温かいものを感じた。その子供は、名前を聞き間違っても、心の中では分かっていたと記しています。ルドビコに新しい友達ができてよかったですね。他の子供たちのようにやんちゃではなく、少しおっとりした子供だったというルドビコ茨城。役人など大人たちには、殺されるということが分かってないんじゃないかと思われてしまうほどだったようです。だけれど耳たぶを切られたまま、後ろ手に縛られて、その痛さを和らげることもできずに、大人と同じ800キロを、知っている賛美歌を繰り返し歌いながら歩いていったのです。それよりも苦しい痛みが最後に待ち受けていることを知りながらも、それを超えたところで主に会えるのだと希望を抱いて、それは何も知らなかったのではなく、一番大切なことだけを知っていたのではないでしょうか。また、処刑を命じた秀吉は、どうやら自分の命令によって処刑される者の中に12歳の子供がいることを知らなかったようです。刑を執行する役人たちは、知っていたけれど、それをしないという心の自由がありませんでした。だから真に自由だったのは、自らの意志で十字架の道を選んだ12歳の少年だったと言えるのかもしれません。様々な人たちの生き方が、今の私たちに教えてくれることがたくさんあるのでしょう。歴史散策を通して、そういったことを知り、豊かな実を結んでいけたらと思います。それでは今回はこの辺で、次回は浦上街道を歩きます。少しでも良かったと思ってくださったら、チャンネル登録と高評価、コメントをいただけると大変力づけられます。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。